リラクゼーション生態ドリームスタートします。はい、今回は肩こりパート2になります。まずパート1ではね、こう大圧系で狙っていきました。今度は私たち技術者というかセラピストは揺らして施術するってことが結構大いにあるよね。時々ある。そうそう、揺らしだけでやってるパターンのもみほぐしの人もいれば、大圧系でグーってやる人もいれば、でもリラクゼーション生態ではお客様に合わせて両方やりましょうってことなんですよ。両方取り入れる。両方取り入れた時にお客様がどっちの方が気持ちいいのかなっていう探りを入れる。分からなかったら聞くとかね、あるわけですよ。どっちが好き？揺らし系の施術と大圧系。揺らし結構好きです。ゆみちゃんは揺らしが好きなんですって。私とミキティはちなみに大圧の圧倒的好きなの。だからその人によって好みがあるわけですよ。それを把握しましょうってこと。いや本当そうなの、あるので、今日はその揺らし施術ちょっとゆみちゃんに読んでもらいましょう。はい、肩こりパート2揺らし施術。肩甲骨を手のひらから指を使って揺らしていきます。次は肩線。肩線も手のひらね、指と、はい、で肩甲虚筋上部と肩甲骨剥がしです。はい。肩甲骨剥がしってよく聞くけど、揺らしながら肩甲骨を剥がすという技になります。肩甲骨をね、手のひらでまずこうやって剥がして、で最後指で剥がすみたいな。順番があって、まず手のひらでやってほしいんですよ。っていうのは指でやると結構痛いで、緊張してギュッと防御反応で固めちゃう可能性があるんで、まずは手のひらでここ行きますよってサインでやります。その後に転圧で行くのが基本中の基本なんで、でも強み希望の人は逆パターンもありますってこと。まず言い方悪いけど痛がらせちゃうみたいな、それの方が満足する。そうそれぐらいやってぐらいに思わせるためには、手のひらでずっとやられると逆にだから強くやってって言ってんじゃんと思っちゃうんですよ、お客さんが。なので強もみ希望の人はわざと転圧とか強いのから行くっていうこともよくあります。昨日の夜のお客さんがそうだった。久しぶりにね言われた。あんまり最近言われないんだけど、もうねめっちゃ強くないと効かないんだよねみたいな、強くやってみたいな。来たと思っていいんですね強くって思っちゃうからでね、腰部をこう確認したら緊張して硬いわけよ。硬いから結構強めにグッと押したの。したらキュッとするわけ。自分で固めちゃってるなっていうパターンの人だったんで、もうそういう時デブの梨状筋をギャーっていくと、うわ効くみたいな。もうそうすればつかみは OK なわけですよ、まず。そこだよね、お客様に合わせるっていう施術の仕方。ゆみちゃん肩甲骨今日大丈夫？肩凝ってないでしょ？肩凝ってないです。俺最近デビューしたからね肩こりデビューだって多分この撮影がね今日だけど、昨日出た動画で肩こりめっちゃないですみたいなことを言ってたから、あと内容で訂正があります。ちゃんと運動して海外の人、鍛えてれば肩こりにならないですよみたいなことをね喋ってた。でも違います運動してもある程度筋力あっても肩こります訂正ですそれ運動してるし最近、頑張ってるんだけど、でも運動すると少し緩むけどね、やっぱ少し緩む程度なんですよ。もうこのキーンっていうのが、でもこの前ミキティにやってもらって今は筋はないんでノーマルな慢性的な肩こりになってるというパソコンでしばらくやらなければ多分取れるんだろうけど、やっぱそれってあれだよね、仕事としてっていうかパソコンやってる時の姿勢とかも結構大事だなと思って、そうですね、いろいろ工夫してやってる今。でもやっぱマウス持つ方がね緊張するわけよ。俺なんか持ち上がっちゃうので力入ってるで抜くとってなるんだけど、普通何も考えてないんだよね、ギュッてなってる。
上がって無意識にそう無意識に、それが肩こり原因だと思う、その辺お互いに気をつけましょうゆみちゃんやんないの家族やらないです。やらないんだ今度字幕回すわそっち字幕やって各国の言葉ですよね調べてコピーして貼り付けての連続だからよしじゃあ肩こり揺らし施術パート2実践編いってみまーす。はい揺らし施術スタートします。肩こりパート2実践編になります。はい筋肉タオルねこれ出来上がったんですよ。本物できました。筋肉タオルこれが本物です。今だけね9800円で売ってるので骨タオルセットでね骨タオルもきれいにできました。よしいつもより歪み少ないね。骨タオルもできました。はいじゃあ実際に揺らし施術やっていきますね。はいまず肩甲骨筋肉タオル合わせましょう。ゆみちゃんの肩甲骨合わせます。まず合わせますね。見えますかね。まず手のひらで肩甲骨自体を揺らします。揺らしますというかこれは回す主義になりますね。こう回します。これから行きますよっていうサインで回します。これねこっち回しとこっち回し結構ね学校ではねこっちの方がいいよって教わったりするんだけどそういうことではないんですよ。私が言いたいのは学校で教わったことはとりあえず頭から抜いてください。どっちの方がその人によって回しやすいか気持ちいいかなんですよ。ゆいちゃん的にはどっちの気持ちいい？これとこれと最初の方そういうことなんですよ。そうなると最初のこっちでも基本的に私もこっちの方が回しやすいしお客さん気持ちいいっていうのが分かってるのでこっちの方が多いです。実際行きますよっていうサインで、その後に指で揺らします。親指重ねます。重ねてでここはね結構痛い部位なのでもう痛がってるねこれぐらいでも痛い人は痛いので肩こりない人の方が圧倒的に痛いです。肩こり強い人はギューって入れてから揺らす。だからゆみちゃんみたいに痛い人は軽めで揺らす。肩甲骨の上自体ですからねまんべんなく揺らします。強い人は肩こり強い人はギュッと入れてから揺らします。こうなるとゆみちゃんみたいな人は痛くなります。これでもすっごい緩くやってますからね。本当に強い人はギュッと入れちゃうから耐えられないよねゆみちゃんね耐えられないと思います、手のひらでまず動かして揺らします。今本当ゆみちゃんだったらもうこれぐらいだよね。これぐらいだったらまだ大丈夫でしょ。まず肩甲骨。はい次肩正のラインね今度上になりますね。はいまず手のひらで揺らします。でこれを少し軽くこうしてください。こう浮いてると手首が結構きちゃうんですよ。手首がギュッとなっちゃうので手首に負担がないようにちょっとこうします。すると手首は楽です。で最初いきますよで揺らします。で肩こり強い人はちょっと強めにこう体重を入れながら、こうするとゆみちゃん的には痛いんですよ。こうなると痛い、でも普通ゆみちゃんだったらこれちょうどいいでしょ。ちょうどいいけど普通は肩こってる人の方がね肩こり施術なんで肩こってる人にやる技なんでそうなるとギュッと体重を入れていきます。これを揺らしてね体重入れながら揺らす。こっち側もねこうグッグッグッ、
その後に指でいきます。親指、はい、親指、最初に言いましたけど、こう片手でやる場合でも他のもう一つの手はどっかで触っといてください。一応気の交流がこうあるので、必ずどっか触れとくこと。で、両方一緒にこうやってやる場合もあるんですけど、頭結構当たっちゃうんですよ。頭当たっちゃうので、こうはできますけど、私の場合片手で大体やりますね。こっち側にこう移ればできるんですけど、ベクトルがちょっとね内側に入っちゃうんで、平行にするなら片手で、片手でどっか触っとく。でこれも揺らしなんで、僧帽筋ちょうどね、最初パート1でも言いましたけど、ちゃんと捉えて、ここをちゃんと捉えてるかっていうのがポイントなんだよね。これ捉えられてるって分かるじゃん。ここ、それがなんとなくこうやってなんかやられるのと違って、こう捉えた状態で動かされた方が狙ってやられてる気がするでしょ、こうやって。なので揺らしながら捉える。両方一緒でもいいですけどね。でもどっちが肩凝ってるかによるじゃないですか。右の方が凝ってるんだったら右からやります。右から揺らす。でも必ず反対もやってくださいね。反対も必ずやる。で両方凝ってるんだったら両方一緒でももちろんいいです。でゆみちゃんみたいに弱い人はあんまやりすぎるともみ返しになっちゃうので、やりすぎないようにしましょう。肩凝ってる人はまたね硬くなっちゃってるので、ある程度は大丈夫ですけど、やりすぎないようにしましょうね。はい、次、肩甲骨筋上部。はい、肩甲骨筋ね、ちょうどこの赤い、見えますか？ここに合わせると、ここ肩甲骨筋、首までいってるラインですねの、ここに肩甲骨の角ですよね、上の上角と言われた角、ここが肩甲骨筋、ここを狙ってほしいです。ここが肩こるところなので、これぐらいでも痛い。もうマジかテンってやった時で痛いそうです。ここを揺らします。まず手のひらのここ使います。ここの部分、そこを使って手のひらでこう揺らします。そこを狙ってね、ここをロックした状態でこう揺らします。これもちょっと回す感じになりますね。これも時計回りです。こっちだとしたらこうですね。こっちだと反時計回り。反時計回り。こうね。グッグッグッ。だからゆみちゃんぐらいだったらこれぐらいが気持ちいいんじゃない？点でいったら痛いよね。グッグッグッ。あ、もうこれで痛いです。これで痛いです。次ゆみちゃんやってもらうからね、ちゃんと覚えておいてね。俺がやってほしい技だからこれ。しかもこの肩甲骨のここなんで、これじゃん。で次に親指で肩甲骨筋ロックして揺らします。ベクトルは体の中心線に向かって中に入れてるだけよ。そう、中にこう入れてこう揺らしてるだけよ。下の方に向かって動かしてるイメージかな。まあでも揺らしなんで、これ押し回しとは違うので、揺らしなんでこう揺らしてほしいわけですよ。こう揺らすことによって、ゆみちゃんが最初に気持ちいいなって言ったのは脳が揺れるんですよ。その脳が揺れるのが気持ちいいっていう人もいるわけですよ。このゆみちゃん脳が揺れてるでしょ。これが気持ちいいということの感覚につながってるような気がするんだよね。私の場合は揺らされるのあんま好きじゃないですよ、逆に。で好きじゃないというか、点圧の方が気持ちいいっていうだけ。その方がリラックスができるってこと。だからこの前ね、ミキティとなんだっけ、その違いは何っていう話をしてたんだけど、やっぱり元気を与えてほしい人は揺らし施術なんですよ。元気すぎる人は大圧計でじっくりで抑えてほしいみたいな感じ。元気を抑えてほしいみたいなイメージがね、それで分かれるんじゃないかなみたいなことはちょっと言ってた。ゆみちゃんは元気がないというか覇気がないので覇
覇気がないので揺らして元気にさせましょうって感じね、はい、肩甲骨筋ね、まず上部ね。はい、次これで揺らし施術の最後になります。肩甲骨剥がしになります。はい、肩甲骨自体があります。手のひら、これは全体使います。手のひら掴んでこう剥がします。手のひら乗っけて剥がします。揺らしなんでこうちょっと揺らしましょう。肩甲骨ってこうちょっと斜めに入っているので、最初はまっすぐで、次にこうなります。ベクトルが123箇所で覚えようかな。こっちになると逆に言えば肩甲骨筋だとこうなるからね。真ん中のラインはこうちょっと斜めで、下になるともっと斜め。手のひらだとこうなります。でこの指ね、指でちょうど真ん中親指重ねましょう。揺らします。これゆみちゃんどう？痛いんですって、モデルになる最適じゃないですねこっちからもできますからね、揺らし。こっちからも全然できますからね。こっちからもできます。こっちからもできます。牽制ね、牽制の方、揺らし。たまに質問でこっち側からどうやるんですかみたいなのありますけど、大体私出張でやってると全てのこう方向性でできるようになってくるんで、動けない時とかあるじゃない、狭いところが。なので僧帽筋はこうやって狙えるし、揺らしでね、こっちからもできるし、こっちからもできるしみたいな、それが全ての場所、そうなんですよ。肩甲骨筋もこうやってできるし、こうやってできるし、こうやってやることももちろんあります。でこうやってこっちからもやることもあるし、こっちからもやることあります。全ての箇所が全ての立ち位置でできます。はい、じゃあゆみちゃん練習行ってみましょう。はい。